シンボリルドルフ、早くも2人のデッドヒートがぐんぐん馬群から離れていきます。こんなの学内で見られるなんてラッキーすぎるよ。って最終コーナー来た。凄まじいの一言です。追いつくかコンペ、逃げ切るかスーパーカー、ラスト 100m 世紀の一戦だ。トレーナーさん、大丈夫です。ムズムズしてしょうがなかったので水を浴びてみたところで。ムズムズ、いえ、そのもやもやハラハラ、こう心臓と頭がグラグラってなる感じのすみません。本当はそんな可愛い気持ちじゃないです。素晴らしいレースでした。 G1 レースさながらの大迫力、誰もが息を飲む圧倒的な名勝負。そんなレースを見ていたらなんだかこう、私じゃ絶対にあの隣には並べないみたいなすみません、なんだか変な話しちゃった。そうでしょうか。私マルゼンさんに憧れたあの日から自分のできることはやってきたつもりだったんです。成長もしていたし、実際タイムも良くなってて、フォームだって教官に褒められたり、ちょっとは近づけたかな、近づいてるなって思ってたんですけど、努力して成長してみて分かりました。世界が違います。すみません。私失礼します。いつかあなたと同じ大舞台で走るのが私の夢です。しおちゃんのことで相談？急にどうしたのルドルフ？君が知らないとは思えないが、先日の模擬レース以降塞ぎ込んでいると岸アマゾンから報告を受けてね。数日様子を見ていたが、心ここにあらず、顔色も悪い。憧れは絶望と表裏一体。届かぬ願いに涙し、学園を去る馬娘は多い。あなたに届くわけがない。何度聞いたかわからない。君もそうだろう。相変わらず心配性ね。確かにあの子は天才ではないかも。本人もそれは分かってるわ。だから毎朝グラウンドを走って自分の状態を確かめて、もっと成長するにはどうすればいいのかずっと考えてる。これってね、毎日自分の弱さに真正面から立ち向かってるってことなのよね。心の強い子なの。だから大丈夫。いつかあなたと同じ大舞台で走るのが私の夢です。今はちょっぴり傷つく覚悟が決まっていないだけ。覚悟さえ決まればあっという間に上り詰めてくるわ。そうか。野暮な質問だったな。